ちょっとじゃあ一つ僕が聞いてうわ怖って思ったお話なんですけれども、はい。僕の友達で西山っていう男友達がいて、この西山っていうやつがまずどんなやつかっていうのを知ってもらいたいんですけれども、性欲の化け物なんですよ。とにかく性にストイックというか、もう女性ばっかり追っかけてる子なんですね。はい。で、それも僕よりもちょっと年上なんですけれども、年上で。ちょっと年上なんですけれども、落ち着きがなくて。で、二人で会っても女の人の話ばっかりしてて、で、この間、こんな女の子とデートしてさ、って話を未だに聞かされるんですよ。でもトークが上手やし、面白いんで、苦じゃなく聞ける男の子なんですね。でもその中で一回引いたのが、ちょっと国沢これ見てよって言って手帳を見せられて、何でも書ける自由な空白のスペースあるじゃないですか。空欄のところに単語がずらーって書いてるんですよ。単語。はい。それがもうリモコンとか泡立てとかなんかいろいろ書いてあって、乾電池とか。で、その横に丸とか×とか三角とかで印をつけてるんですよ。で、なんなんこれって言ったら、ほんまに性にストイックやから、目隠しをさせて、プレイに使う道具だと。ごめんなさい。さっき、泡立て？泡立て器っていうか、そのカチャカチャカチャって泡立てるお菓子作るやつとか、なんかとにかくこの辺にあるもの、目に入ったものを全て使うらしいんですよ、プレイに。乾電池ってさっき言ってませんでした？乾電池。やっぱ気になるじゃないですか。で、僕も聞いたんですよ。乾電池はどうやってプレイに使うのって言ったら、目隠ししてもらって、行くよ、行くよ、行くよって言って、両おっぱいの上をゴロゴロっとするらしいです。で、これは×って書いてあったんで、あんまり良くなかったよって言われたんですけれども。その意味の丸と×なんですね。全部試してチェックしてるぐらい、ちょっと研究熱心なんですよ、性に対して。そういうやつなんで、普段からそういうちょっと合コンとかも結構行ってるんですけれども、昔行った合コンで、ちょっとそういうなんていう、やらしい空気の流れる合コンみたいなのがあったらしいんですよ。だから、もうそれも女性も男性も、ちょっとそれを目的として集まったらしくて、もう、開始早々に、じゃあもうちょっと俺いい感じになったから行くわって一組目が出て行って、で、それからしばらくしたら二組出て行って、三組目にその西山と女の子の、確かミキちゃんかなんかいう女の子が、いい感じになったから、じゃあ俺も行くわって言って、最後一組だけがカラオケやったんですけれども、そこに残ってる状態だったんですよ。で、そのカラオケを出たら、もうすぐネオン街でホテルとかいっぱいあるんですね。で、手をつなぎながら、冗談半分に、ミキちゃんここ行こうよってラブホテル指さしたら、いいよって言ってくれたから、おっしゃらっきーと思ってそのまま入ったら、満室やったらしいんです。で、じゃあ違うとこ行こうって言って違うとこ行っても、そこも混んでて入れない。っていうのがずっと続いて、どこ行っても入れなかったらしいんですよ。で、歩き回った結果、もうミキちゃんが、もう疲れたから帰ろうかなって言い出して、あかんあかんと。もうせっかくこのチャンスやのに、帰られたらたまらんやんけと思ったから、ちょっと待って、じゃあ2組目に抜けた男友達に電話して何してるか聞いてみようって言って電話したら、ホテルが混んでるっていう状況を説明したら、その男の子も、せやろめっちゃ混んでるよなって言って、でも、どこどこのホテルは入れたよって教えてくれて、で、今俺はそこにいるよって言ったから、じゃあそこ行くわってことで向かったんですよ。じゃあ今まではこう、お城みたいな綺麗なホテルばっかりやったのに、一軒だけ本当ボロボロのハイマンションみたいなのが出てくるらしいんです。で、あったあったここやなってことで行こうって手引っ張ったら、ミキちゃんがピタって止まって、行きたくないって言うんですよ。確かに見た目気持ち悪いし、怖いかもしれへんけど、結局中入ったら一緒やん。や、行こうやって引っ張っても、もうほんまに嫌やねんけどっていう。なんでなん行こうやって言ったら、じゃああれ見てよって言って指さした方を見てみると、3階ぐらいの窓にベタッとへばりついて、辺り見回してる赤い服を着た女性が立ってるらしいんです。で、それ見た瞬間にゾーッとして、なんかもう人か幽霊かは分からへんけれども、かなりやばい感じはしたと。でも、西山はそれよりもホテルに行きたいが勝ってて、大丈夫大丈夫。ただの変態やってって言ってごまかして何とかして入れたんですよ。入れたんですね。なんとかホテル入ってくれて、で、部屋とかも昔のラブホテルだから、選ぶタイプじゃなくて勝手に鍵渡されるタイプで、パッてもらった部屋に行ったらしいんですよ。で、着いてとりあえずなんか気持ち悪いし、パッと部屋大体見て、で、椅子に座って、ミキちゃんおいでよって言っても、ミキちゃんも気になってうろちょろしてるんですって。で、窓ガラスがあったからその方を見たら、あれって言うんですよ。で、どうしたんって聞いたら、ここさっき女の人がおった場所じゃないのって言うんですよ。で、嘘やろって言って見に行ったら、確かに見上げて、さっき自分たちが外から見上げてた位置的にはそこで合ってるらしいんですよ。ちょっと待って、もう一回探そうってベッドの下とかも見てもやっぱりいない。
どうしようどうしようって思って、もう帰ろうかなと思い出してるから、やばいなと思って、とりあえずテレビつけようって、テレビつけたらちょうどバラエティーがやってて、はいはい、で、女の子も好きなバラエティーやったから集中して見始めたらしいんですよ。で、西山上手に喋れる子やから、バーって盛り上げてたら、なんとなく雰囲気も和らいで、じゃあそろそろっていうことでベッドに行って、営みを終えたんですね。でも営みを終えたらもうお酒も入ってるし、仕事終わりで疲れてるし、二人ともスッと寝落ちしたんですよ。で、それからしばらくしたら、キュッキュッシャーっとシャワーを浴びる音が聞こえて、それでパッと西山が目を覚ましたらしいんです。あれ？みきちゃんシャワー浴びてもう帰るのかなと思いながら、寝ぼけてるから、横で寝てるみきちゃんにギュッと抱きついたんですよ。あれ待てよと。じゃあ今シャワー浴びてるの誰やと思った瞬間に、キュッキュッとシャワーが止まって、ガチャって扉が開くんですって。で、やばいやばいと思うんですけど、ギーギーギーと誰かが来るんですよ。で、うわ、どうしようどうしようと思ってると、ガチャッと最後の扉が開いて出てきたのが、バスタオル巻いたみきちゃんなんですよ。えどういうことと思ってると、みきちゃんも、その人誰って言うんです。で、パッて見てみると、赤い服が見えたらしいんですよ。で、そこの背中に抱きついてると。で、やばいと思って慌てて出て、ちょっと出よう出よう出ようって言って部屋から出たんです。で、もう二人ともパニックになってて、どうしようどうしようと思った時に、同じホテルに泊まってる友達にとりあえず連絡しようって言って連絡して、その部屋に行って事情を説明したんです。で、普通幽霊見たって言ってもなかなか信用されへんと思うけれども、二人とももう怯えてるし、みきちゃん号泣してるし、もうバスタオル一枚出てきてるから、これほんまやなってなって、でも荷物も置きっぱなしやし、怖いし取りに行かれへんってなったから、西山と友達で取りに行ったんですよ。で、恐る恐る開けてみても誰もいなかったから、よかったよかった帰ろうって言って、で、そのままもう慌てて解散して帰ったんです。でも、もう疲れも取れてへんし、西山家着いて、もう一回寝ようと思って、布団に入って目を閉じても、結局さっきの出来事を思い出して、なかなか寝つけないらしいんですよ。だからもうちょっと気持ち紛らわしたいなと思って、そうやと。最後までカラオケボックスに残ってた4組目の男友達どうなったんやろうと思って、その子に電話したんですよ。そしたら、マジで聞いてやと。ほんま最悪やねんけど、女の子に帰られたと。で、結局一人で終電もないし、もうとにかく道歩いてる子にどんどん声かけていって、で、ようやく飲み直してくれる子が見つかって、で、いい感じになったから、じゃあホテル行こうって言って行ってんけれども、どこも入られんからさ、って言って、で、ようやく今ミッキーと入ってんって言った瞬間に、ね、って女の人の声が聞こえるらしいんですよ。で、最初は、連れてった女の子だなと思ったんですけど、なんかボソボソ言ってるのをよく聞いたら、私殺したの誰だか知ってるみたいなことを聞いてるらしいんです。私殺したの誰だか知ってるみたいな感じのことを聞いてくるらしいんですよ。で、それに友達は答えないんですよ。だからこれちょっとおかしいなと思って、お前もしかして、それどこどこのホテルじゃないのって名前言ったら、そうそうそう、なんでわかったんって言って、お前出ろ、その部屋出ろって言った瞬間に、ねえ、私殺したの誰だか知ってるってはっきり聞こえるんですよ。で、待ってってお前、さっきから女の声聞こえんねんって言った瞬間に友達が、いやいやいや、女の声聞こえてるのそっちからやで。で、パッと顔を上げると、ひらっとスカートが見えるんですけど、それも赤い服のスカートで確認するのが怖くて、顔までは確認できなかったらしいんですよ。で、慌てて飛び出していったと。で、そういうことがあったのが、新宿の歌舞伎町なんですよ。で、これを預かっていろいろ喋ってると、ある有力な情報があって、1990年代に、そういう風俗嬢の方がですね、3人殺される未解決事件があったらしいんです。で、もしかしたらその中の1人が誰かを犯人を探してるんじゃないかっていうお話です。そう、これを聞いて。もしかしたらその現場っていうのもそのホテルだったんですかね。でも、何人かにこうやってすごいいい話なぁと思っていろいろ喋るじゃないですか。じゃあ体験談があるんですよ。それどこどこのホテルだよねっていう人もいるんです。で、僕も同じような体験したことあるっていうのが何人かいて、で、たまに違う名前を言うんですよ。で、そこ違うんですよって言って、あんまりホテルの名前出さんとこうと思って違うかった場合は言わなかったんですよ。で、たまたま新宿のその辺を通る時があったから、この辺やなと思って見に行ったら、そのお客さんが外してた名前っていうのが大体同じやって、で、パッて見てみると、その僕が喋ったお話のホテルの向かいのホテルなんです。向かいのホテル？この一角、点々としてるんじゃないかっていう。探して。だから、最初、窓のところでぐーってこう外見てるっていうのは、犯人を探しているっていう、未だにってことなんですかね。なのかもしれないっていう。いや、ただ
いろんな話聞きましたけど、うんちょっと見てしまったとかね、怖いとかじゃなくって、もうギュッてもう握りしめて感覚もあったりとか、感覚抱きしめたっていう話ありましたよね。はい、そうらしいです。で声も聞こえてくるって、相当強い念というか。むちゃくちゃ念が強かったんでしょうね。でもだから顔を見たのはその張り付いてる1回だけなんですけれども、まあすごい剣幕やったとは言ってたんですよ。もう怒ってる顔。そう。だから幽霊でも幽霊じゃなくても、どっちにしろ怖いやろなっていう感情ではあったらしいです。その後、大丈夫なんですか、その方は、お友達は。未だに無事に女の子と遊んでます。全く懲りずに。全く懲りずに。